カンカンの土、100年間日本庭園だった土地、耕運機が跳ねられるんです。石はもう固定で、だから深く掘る目的じゃなくて表面から少しずつこう削いでいく、削ぐような感じで始めてました。はい、皆さんこんにちは。今日は8月30日火曜日。30日火曜日です。安藤の町田です。今日は耕運機についての説明をします。冬から春にかけてこのどうだろう、7メートルかける4メートル、3メーター、4メーターもないかな。この土地を耕し、長い期間って数ヶ月ですけど、もうカンカンの土、100年間日本庭園だった土地を、そこに立てかけてあるそのコンクリート発理をする機械から始まって、ガンガンこう岩盤を崩していくような、本当にオーバーじゃないぐらいの表現ですけど、それから今度は耕運機はこの刃を見て、もうね本当に石が多くて、小石からこんな大きい石、こっから出てきた石です。これら全部で、大小片手で持てるぐらいの石がものすごくたくさんありました。ここは長良川の堤外地で、川です。川なので堤防のね、川の中にある。だから住宅を新築する際の確認申請を、市役所に届け出る際は国土交通省から一通の書類が与えられます。洪水が来ても国に訴えませんと、保証を、そういう一筆書かされます。そんな特殊な土地です。だからここをどうやろうな、50センチぐらい掘ったらもう砂利です。そんな土地なので、ここまでするには本当に大変でした。そこで先日コメントいただいたんですけど、本当丁寧なコメントで、まずこの名前何やったかな、忘れちゃったけど、非常に優秀な耕運機で、ただちょっと使い方違うんじゃないですかっていうコメント来たんです。それは僕がねこう教える時にね、犬の散歩みたいに引っ張られるよっていう話をしとったよね。それはあえてそうしてたんです。なぜかというと、あまり深くいくともうカン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 で石によって耕運機が跳ねられるんです。石はもう固定で、だから深く掘る目的じゃなくて表面から少しずつこう削いでいく、削ぐような感じで始めてました。で今から多分やるのはもうちょっと持ってあるから、畝がね30センチ以上深く耕せると思うんですけど、本来は今この状態って何の状態かわからんと思いますけど、これでねタイヤで移動できるんです。タイヤが回ってこう移動できるんですね、収納っていうか。でこれはこれで耕せます。またで僕はこの状態で使ってました。なぜかというと深く耕せないので。でこれを深く耕したい時はこの状態に持っていきます。
タイヤをね上に上げちゃう。でここが下に土に食っていくんね。でこれで前輪に力が加わるようになります。でハンドル前やったり後ろやったりで深さを調節できる。で本当にコメントいただいた方の説明通りでできていきます。でここまで来たのでやっとこのような状態でいけるかなと。ただしロスナポリタンのこの一番これ何やったっけ、貝塚という垣根の木に近い方はそうやって石を放り投げる場所でもあったので、結構ここら辺石が多いんよね、向こうに比べれば。かといって堆肥っていうか残砂を処分する場所もここであったので、柔らかいことは柔らかい。だからここら辺はねちゃんと下向けてやる時もありました。動画見返すと、そんなとこです。でちょっといっぺんやってみます。これでね下に下がった状態で、これが正常な運転方法です。これはねロスナポリタンの残砂です。20センチ以下に枝を切り刻んで土にすき込んで、まあね微生物とか空気も入るので、まあこれですき込んじゃいます。次植えるのは玉ねぎやほうれん草です。根菜野菜はまだまだできません。こんな土地では石ゴロゴロしてるし深さも何にもないから。で前も説明しましたけど、ハンドル握って、まあ、自転車のブレーキレバーみたいなやつ引いて、こっちこの黒いボタン押すと足が一発で骨折します。今の状態やったらね。で押しレバー引いてちょっと黒いボタンを押すと動く。で赤いレバーボタンを押すとゆっくりになります。ここね。でこれはちょっと方向ターンする時とかに使います。であとはやっぱり速すぎる場合は押さえる時に赤いボタンを押す。雨降ってきた。まあこんなんで、非常に使いやすい。家庭でちょっと庭に畑やろうかなっていう時にはもう本当におすすめです。エンジン式じゃなくてこの家庭用の電源がある場所であったらもう十分すぎます。今は両備じゃなくて京セラという会社にで京セラのこの耕運機現行でも販売されてますのでおすすめです。やっぱり信頼できる両備。僕チェーンソーとかいろいろ両備かマキタなんよね。でちょっと互換性ない時もありますけど、いろんな刃を交換したりする際のナットの大きさとかね、いろいろ違いやりづらいとこはあるけど、僕は結構昔から両備を使って焼き物の仕事でもおすすめです。まあコメントに沿ってちょっと今回解説しました。はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。